猫ちゃん、もっと音楽、楽器が知りたい。アメリカ屋楽器店の猫ちゃんとアメリカ絵楽器店の長岡哲也です。長岡さん、はい、今回は第15回、どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。さあ、猫ちゃん、今日はですね、いつもの楽器店を飛び出しまして別の場所からお送りしています。なんと今日は京都市下京区にあります畝ゆかフラメンコスタジオエセンシアさんにお邪魔しております。フラメンコといえばスペインの伝統的な踊りと音楽ですよね。情熱的で魅力的なフラメンコ、猫ちゃんも大好きです。猫ちゃんのお友達にもフラメンコの踊り、フラメンコギターをしている猫ちゃんがいます。それは本当素敵ですね。フラメンコはヨーロッパ、スペイン南部のアンダルシア地方を中心として伝わっている踊り、ギター演奏、そして歌が主になるいわゆる伝統芸能ですね。フランスの近代作曲家ドビュッシーも、このフラメンコにとっても魅了されたとかいう話があります。ユネスコによりスペインの無形文化遺産にも登録されているんですね。やはり何といっても情熱的で魅力的な踊りとフラメンコギターのイメージが根強いという感じです。フラメンコの踊り、そしてギターはですね、今日も素敵なゲストをお招きしております。それではご紹介させていただきます。フラメンコダンサーの畝ゆかさんとフラメンコギタリストの畝正弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。畝ゆかさんと畝正弘さんはご夫婦でいらっしゃいます。畝ゆかさんは京都のご出身、スペインに数えきれないほど渡られまして、数多くのスペイン人アーティストに踊りはもちろんカンテ、歌ですね、も支持されています。そして畝正弘さんは広島県の尾道市のご出身。畝ゆかさんと同じくスペインを数多く訪れられ、多くのスペイン人ギタリストに支持されました。お二人を中心とした素敵な講師陣が集うこの畝ゆかフラメンコスタジオエセンシアさんは、たくさんのフラメンコダンサー、そしてフラメンコミュージシャンを生み出しておられます。早速ですが畝ゆかさん、フラメンコと言いますと踊り、音楽というイメージですが、ご自身がされている踊りについてなんですが、世界中のさまざまな国、民族、多くの音楽は踊りとね、切っても切り離せないというふうに言われていますが、フラメンコはまさにその代表格の一つと言ってよいですね。フラメンコの踊り、これをもう一言に言いましてもいろいろあると思うんですが、どのようなものか教えていただけますでしょうか。はい、私的には、フラメンコの踊りはなんというか指揮者のような立場かなと思ったりするんですけれども、歌い手カンタオールですね、歌い手のことカンタオールというんですけども、が歌う歌のこういう空気の流れ、雰囲気、そしてギタリストが出すこう空気とか、そういう流れというか、そういうのを感じながら、受け取りながらも、次に自分が進みたい、こうどうしたいか、何をしたいか、ギターを呼びたいのか、歌を呼びたいのか、それともそれを呼ばずに自分が足をしたいのかっていうのを少し先に呼吸や、振り付けというとちょっと語弊があるんですけども、いわゆるその決められた振り付けというのはこう振り付けにまとう空気で先にこう合図を出して
三位一体ですね、歌とギターと踊り手で三位一体となって作っていく世界っていう感じで思うと、踊り手は指揮者のようなちょっと指示を出すというかのような立場かなと思ったりもしますね。なるほど。いや初めて聞いたお話で大変勉強になります。ありがとうございます。はい、そしてそのフラメンコには欠かすことができないギター、フラメンコギターですね。この奏法も独特で、いくつか奏法の種類があるというふうには聞きましたが、正弘さん、何か説明していただいてよろしいでしょうか。はい、ですね、フラメンコギターは、ですね、ちょっとギターやられたことがある方だったらご存知かもしれないですけど、ラスゲアード、かき鳴らしってやつですね。これが一番の特徴だと思うんですけど、これがまず、アバニコと言われる、アバニコっていうこのセンスってことなんですけど、このような見た目に見えるのでアバニコって言われてるんですけど、音出してみると、まず一つこういう奏法で、もう一つですね、これもラスゲアードなんですけど、薬弁から順番に出していく奏法で、最後は人差し指で返す。これも出してみますと、こういう奏法、かき鳴らしが多いですね。これはなぜかというと、感情を表現するのに高まってきたら音をやっぱり叫びたくなったりとか、そういうのを表現するのにやっぱり中が高まってくると音を冷たくなってくるんですね。それに合わせてあーってたくさんの音を詰めて、それを表に叫ぶ代わりに外に出すみたいな、そういう役割がありますね。あともう一つだけ親指の奏法なんですけど、これも多分フラメンコ独特でアルサプアっていうんですけど、単純にアップダウンしてるように見えるんですけど、これで、アップダウンでこれが3連符になったり4連符になったりして、フラメンコのリズムに色付けをしていくという、こういう奏法がありますね。はい、この辺りがおそらくフラメンコで一番特徴的な奏法だと思います。猫ちゃん、すごい勉強になりましすたね。ごい、初めて知りました。いやもう早速この今やっていただいた奏法出てくると思うんですが、早速なんですが、フラメンコですので、どうでしょう、実演していただきますと嬉しいんですけど、いかがでしょう。はい、喜んで。はい、じゃあ曲の紹介をよろしくお願いいたします。はい、今回踊らせていただきますのはアレグリアスという曲の一部を踊らせていただきます。こちらはアンダルシアの港町カディスで生まれた、喜びアレグリアを表した曲で、中には試練しようという静寂のシーンもあります。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。「
当に情熱的、魅力的、そして素敵でかっこいいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、フラメンコの実演で本当にありがとうございます。フラメンコの踊り、そして音楽は情熱的でとっても美しく、響き渡るようにとも言いますが、なんか体の芯まで、ね、伝わってきますね、猫ちゃん。はい。さあ、それではここからは、お二人にフラメンコについてもう少しお伺いしてみたいと思います。はい。それでは皆さん、この続きは後編にてぜひご覧ください。